おはようございます。ピエンです。私は毎月2、3回旅をしております。そして今回の動画は鹿児島県の観光スポット&グルメ紹介でございます。2025年5月に2泊3日の一人旅で鹿児島県を観光しました。その時に行ってよかったところを実際の映像付きでご紹介していきます。ちなみに今回は22選あります。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。それでは早速ご紹介していきます。鹿児島旅行におすすめのスポットその1は道の駅垂水でございます。この時は鹿児島旅行が3回目でいつもと違うルートで観光したいなということで鹿児島市側ではなく垂水市側から桜島に向かいました。その時の途中に立ち寄ったのがここ道の駅垂水でございます。とても広い道の駅で物産館やレストラン、足湯や温泉施設もあります。ここから見る桜島の景色も最高でした。ちなみにこちらのレストランでブリとカンパチを堪能できる上海鮮丼をいただきました。臭みがなくて風味も良く、特にこのカンパチがめちゃくちゃ美味しかったです。営業時間はレストランが11時から15時、物産館が9時から19時でございます。鹿児島空港からは約38キロ、車で1時間くらいの場所にあります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは黒神埋没鳥居でございます。桜島の東側にある観光スポットです。先ほどの道の駅垂水から車で10分くらいの場所にあります。ここの鳥居はその名の通り埋まっております。これは1914年1月の桜島の大噴火による火山灰の影響だそうです。もともとは高さ3メートルもあった鳥居がほとんど埋もれてしまっています。当時の東桜島村長が噴火の脅威を後世に伝えようとこのままの形で残し現在に至るそうです。また1958年4月に県の天然記念物に指定されております。ちなみに隣にあるアコウの木は当時奇跡的に生き残ったものだそうです。さらに鳥居の奥の道を進んでいくと腹御社神社があります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは有村溶岩展望所でございます。1946年の大爆発で流出した溶岩源の丘にある展望所です。桜島の南側にあります。展望所までは駐車場から遊歩道を数分歩いていきます。圧倒的な桜島の存在感と広大に広がる大自然の景色に感動しました。この桜島側の景色もいいんですけど海側の景色も美しく錦江湾を一望することができます。また遊歩道は全長1キロあるので自然の中を歩くのが好きな人にもおすすめです。駐車場は広くてトイレや売店などもあります。桜島の中でもかなり人気の展望所で平日でも駐車場が8割くらい埋まっていました。鹿児島空港から約50キロ、車で1時間くらいの場所にあります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは湯の平展望所でございます。桜島北岳の4合目、標高373メートルに位置する展望所です。高い位置から大迫力の桜島の絶景を堪能できます。駐車場から少し階段を上った先に2階建ての展望所があります。ここは桜島の展望所で一番高い位置にあるそうです。また私はお昼しか観光したことがないのですが夕日や夜景スポットとしても人気だそうです。こんな感じのフォトスポットもあり記念撮影で人気でした。またここの2階の海側から見る錦江湾越しの鹿児島市街の雰囲気も絶景でした。ここでしか見られない独特な雰囲気で良かったです。道の駅垂水からだと車で30分くらい、桜島港フェリーターミナルからだと車で15分くらいでございます。ちなみに桜島は周遊バスがあるので主要の観光スポットは車がなくても観光できます。バスは30分間隔で運行しており1周約55分だそうです。料金は大人1人500円で桜島アイランドビュー1日乗車券があります。桜島観光案内所などで購入できるそうです。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは溶岩渚公園でございます。桜島を見ながら入れる足湯が特徴的なスポットです。これは桜島の地下1000メートルから湧き出ている天然温泉だそうです。ちなみにこの足湯は日本最大級で全長100メートルあるそうです。また海沿い側にもこんな感じの足湯があります。
この海沿いにある溶岩渚遊歩道を散歩したのですが、めちゃくちゃ雰囲気が良かったです。非日常感を堪能できました。またこの足湯があるエリアまでは桜島港から歩いて10分くらいでございます。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは桜島ビジターセンターでございます。桜島について学ぶことができる施設です。桜島の成り立ちや歴史などを分かりやすい展示で紹介しております。先ほどの溶岩渚公園足湯の向かいにあるので一緒に観光するのがおすすめです。こんな感じで噴火時の写真などもあって結構面白かったです。営業時間は朝の9時から夕方5時でございます。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは桜島フェリーでございます。観光スポットというかね、乗り物ではあるんですけど、鹿児島旅行の際はぜひ乗ってみてください。鹿児島市街と桜島を往来しているフェリーです。乗船時間は約15分。船内は広くて売店などもあります。また桜島フェリー内のやぶきんというお店でうどんを堪能しました。移動時間が短いんでね、車を乗せる方は結構早食いになってしまいます。そしてこのフェリーから見る桜島の景色がめっちゃ綺麗で、旅してる感満載のこの雰囲気がね、もう本当に最高でした。運航時間はかなり長くて、鹿児島港側の平日の始発は朝4時半、最終便は夜の11時半でございます。朝7時から夜の7時までは20分間隔で運航しております。料金は大人1人250円。車ごと移動する場合は4メートル以上5メートル未満で2350円でございます。また鹿児島港側から車で乗船する場合は少し奥にある交差点を右折してぐるーっと回ってくる必要があるのでご注意ください。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは城山公園展望台でございます。鹿児島市街地の中心部にある展望台で標高は107メートルだそうです。駐車場から5、6分歩いていくと展望台があります。桜島の展望所から見る大自然の絶景もね良かったんですけど、この鹿児島市街地越しに見る背景の桜島の雰囲気もねすごい良かったです。またここは市街地付近にあるためね、平日ですがかなり混んでいました。アクセスは鹿児島中央駅から車で20分くらい、鹿児島空港からだと車で1時間くらいの場所でございます。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは天文館若菜本店でございます。鹿児島の繁華街天文館にあるお店です。創業70年以上の老舗店で鹿児島名物を堪能できます。またカウンター席も多く一人でも入りやすいお店です。さらにありがたいことに一人用のねメニューもあります。私が行った時はかなり混んでいる時間帯でしたが、提供も早くてね美味しくて最高でした。6時くらいでかなり混んでいたので平日でも事前に予約するのがおすすめです。営業時間は17時から23時でございます。鹿児島市電の天文館通り駅から歩いて2分くらいの場所にあります。ちなみに私は車で行ったのでこの駐車場に停めて歩いて向かいました。この辺はねかなり都会なのと一方通行とかね路面電車もあるんでね運転が怖かったです。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは知林ヶ島チリリンロードでございます。指宿市にある観光スポットです。3月から10月の干潮時に知林ヶ島に出現する砂の道でございます。まるでタイムスリップしたかのような絶景が広がっております。駐車場からの途中の道の雰囲気もかなり良かったです。また海沿いにも道があって散歩にもいいなと思いました。私は5月の朝に観光したんですけど、思ったよりね道が広くてかなり歩きやすかったです。知林ヶ島にも展望台があるそうですが、この日はね上陸しても登れなかったので途中で引き返してしまいました。島に上陸して観光したい方は事前にね上陸状況などを調べた方が無難だと思います。また知林ヶ島までのこの砂の道はねかなり長かったです。なんと約800メートルもあるそうです。また私は2日目の朝一で鹿児島市街から一気に指宿に向かったんですけど、渋滞がすごかったんでね、渋滞とか混雑避けたい人は夜にね前乗りしちゃってもいいかなとは思います。しかしなんだかんだね朝の海沿いドライブが楽しかったんでね、結果往来ではありました。指宿駅から車で15分くらい、鹿児島中央駅からだと車で1時間半くらいの場所にあります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは魚見岳展望台でございます。チリリンロードを高い位置から一望できる展望所です。反対側には指宿市街を見渡すこともできます。
先ほどのチリンロードから近いので一緒に観光するのがおすすめです。しかしちょっと細めの山道をずっと登っていくので運転に慣れていない方は注意してください。駐車場から展望台までは階段を登ったり細い道を数分歩いていきます。また私が観光した5月など夏とかはね、クマンバチがたくさんいるので気をつけましょう。しかも全然逃げません。しかしそれ以上に景色はいいんでね、個人的には指宿観光で絶対に訪れたいスポットの一つでございます。指宿駅からだと車で20分くらいの場所にあります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは黒豚と郷土料理青葉でございます。鹿児島名物など郷土料理が堪能できるお店です。指宿観光した日のランチで利用しました。名物の温玉卵丼やこの鶏の刺身がね、めちゃくちゃ美味しかったです。指宿駅から歩いて1分くらいの場所にあるので、車なしで指宿観光する方にもおすすめでございます。ちなみに無料駐車場はお店の脇の細い道を入った奥にあります。平日の11時過ぎに行ったので結構空いててね、すぐに食べることができました。12時くらいから一気に混んでいる印象でした。営業時間はお昼が11時から15時、夜が17時半から21時半でございます。定休日は水曜日だそうです。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは長崎鼻でございます。指宿市の最南端にある観光スポットでございます。まるで世界の果てのような絶景が広がっております。またところどころに遊歩道が残っていて、なんかね遺跡っぽさもあってね、その雰囲気もめっちゃ良かったです。そして奥まで進んでいくと道がなくなり独特な世界が広がっております。ここから見る開門岳の迫力もすごかったです。奥の方の道はデコボコしているので歩きやすい靴と服装がおすすめです。駐車場からは10分から15分ほど歩きます。また途中の道には龍宮神社があったり、浦島太郎の像があったり、灯台があります。こうやって地図で見てみるとね、なかなかすごい場所にあります。ちなみに駐車場は何箇所かあり、無料駐車場もあります。一番近い駐車場はお店の隣にあり、買い物をすると無料という仕組みです。私はジュースと薩摩チップスを買いました。この薩摩チップスがね、なかなか癖になる食感と風味でめっちゃ美味しかったです。指宿駅から車で20分くらいの場所にあります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは西大山駅でございます。指宿市にある JR 日本最南端の駅でございます。先ほどの長崎鼻から車で10分くらいの場所にあります。目の前に駐車場があり、ホームへの出入り自由なため結構混んでいます。平日でもフォトスポットでの記念撮影で賑わっていました。フォトスポットはホームの奥にあり、開門岳を背景に撮影できます。駐車場の前には幸せの鐘や黄色いポストもあります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは番所花自然公園でございます。南九州市にある観光スポットです。日本地図制作で有名な伊能忠敬が天下の絶景なりと称賛した景勝地でございます。この海沿いの遊歩道の雰囲気がめっちゃ良かったです。この整備はされてるっちゃされてるんですけど、柵とかがなくてね、それなりに自然が残されてるというかね、迫力がすごかったです。指宿駅からだと30キロ、車で50分くらいの場所にあります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは日の神公園でございます。枕崎市にあるとても広い公園で展望所や遊歩道、キャンプ場があります。海沿いの遊歩道を奥まで進んでいくと展望所があり、標高40メートルもある立神岩があります。今まで紹介したスポットとはまた違った独特な雰囲気で絶景でした。またここは古事記や日本書紀に登場する海幸彦と山幸彦ゆかりの地としても有名だそうです。先ほどの番所花からだと車で30分くらいの場所にあります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは枕崎駅でございます。 JR 日本最南端の始発終着駅でございます。駐車場は目の前にあります。こんな感じのフォトスポットがあるので記念撮影にもおすすめです。ちなみに場所が場所なので鹿児島空港からだと90キロ、指宿駅からは約40キロあります。なので飛行機を使った旅行の場合はちょっとねアクセスにハードルがあります。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは春関祭でございます。
指宿市にあるお店です。2日目の夜ご飯で利用しました。こちらのお店では新鮮な魚介類や鹿児島名物を堪能させていただきました。メニューはこんな感じでタッチパネルで注文できます。結論全部美味しかったんですけど、特にこのお刺身ですね。本日のお作り、カツオの腹側の竜田揚げ、そして骨なし手羽先焼き、もうこの3つが特に最強に美味しかったです。鶏肉やお魚などが好きな人はね、もう指宿に来たら絶対ここで食べてください。マジでうまいです。また平日のオープンと同時ぐらいに行ったんで、結構空いてたんでね、提供も早くてね、最高でした。帰る頃には混んできていたんで、オープンと同時ぐらいに行くか事前に予約するのがおすすめです。お店の前に駐車場があったので私は車で向かいましたが、指宿駅から300メートル歩いて3分くらいの場所にあります。営業時間は18時から23時で、ラストオーダーは平日が22時、週末は22時半だそうです。定休日は日曜日だそうです。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは市場食堂城南店でございます。鹿児島市の市場の目の前にある食堂です。鹿児島旅行3日目の朝ごはんで利用しました。この刺身定食が絶品でした。朝から贅沢に刺身を堪能できて最高でした。カウンター席もあるので一人でも入りやすかったです。メニューはこんな感じで、寿司定食が1400円、刺身定食が1800円、しめ鯖定食が1000円とね、かなりリーズナブルな値段で海鮮グルメを堪能できます。駐車場は市場の手前の道路沿いにあり、警備員さんの指示に従って止めるという感じでしたね。無料で止められます。鹿児島中央駅から約4キロ、車で15分くらいの場所にあります。営業時間は朝5時から14時半、定休日は水曜日と日曜日だそうです。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは曽木の滝でございます。鹿児島県伊佐市にある同じ日本とは思えない壮大な絶景が広がっている滝です。駐車場から5分ほど歩いていくと展望台があります。滝の幅は約210メートル、高さは12メートルだそうです。この日は雨でね、あいにくの天気ではありましたが、その分水量が多くてね、もうめっちゃすごかったですね。迫力がすごかったです。ちなみに晴れの日にも行ったことあるんですけど、晴れだとこんな感じですね。どうせ行くなら絶対晴れてる方がいいんですけど、どの天気でも景色はねすごかったです。トータルで3回行ってるんですけど、初めて行った時ね、なんかめっちゃ感動してぼーっとしちゃいましたね。記憶を消してもう一回見たい絶景スポットの一つかもしれません。アクセスは鹿児島空港から約40キロ、車で1時間くらいかかります。鹿児島空港からね北西方面にあるので、ちょっとアクセスはあれなんですけど、遠出してでも絶対に行くべき絶景スポットかなと思います。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは曽木発電所遺構でございます。鹿児島県伊佐市にある神秘的な絶景スポットでございます。この発電所は明治42年に竣工し、出力は当時国内でも最大級だったそうです。また日本化学工場発祥の地とも言われております。昭和40年にダムの完成と同時に水没してしまいましたが、水位が下がる5月から9月の間はこんな感じで姿を現します。雨の日に観光したというのもありますが、本当にねすごい雰囲気でぼーっと眺めてしまいました。先ほどご紹介した曽木の滝からも近いので、一緒に観光するのがおすすめです。続いての鹿児島旅行におすすめのスポットは張持温泉でございます。伊佐市にある温泉です。鹿児島旅行最終日の午後に利用しました。温泉の温度もちょうどよく、泉質も良かったです。またサウナと水風呂がついております。サウナの温度もしっかりと高温でね、それも良かったですね。また平日の午後だからか貸し切り状態でね、もう一人で貸し切りみたいな感じで入れたんで、もうそれも最高でしたね。いや、サウナってね空いてるっていうだけで満足度が倍増しますよね。昔ながらの、温泉という雰囲気でね、ドライヤーはあるんですけど、化粧水などは持参した方がいいです。鹿児島空港からは約32キロ、車で50分くらいの場所にあります。営業時間は10時から22時だそうです。料金は確かね500円しないくらいで、レンタルタオルとかを入れると、800円前後だったと思います。鼻炎旅行では活動を応援してくださるメンバーシップ会員様を募集しております。メンバーシップに加入すると過去の非公開動画を見たり、オリジナルの絵文字が使えるようになります。またスマホアプリからメンバーシップに加入すると月400円になってしまいますが、ウェブサイト経由で加入すると290円でございます。
もしコーヒー1杯分くらいだったら応援してあげてもいいかなという方はぜひご検討ください。パソコンの場合は概要欄の URL から移動できますが、スマホの場合は一旦サファリなので鼻炎旅行で検索して、アプリではなくウェブサイトのまま YouTube に移動して、鼻炎旅行のホームのリンクを開いて下に移動して、ここからメンバーシップの画面を開くと400円ではなく290円の画面になります。てな感じで今回は2025年5月で旅行した中から鹿児島旅行におすすめのスポット&グルメを22選ご紹介させていただきました。またこのチャンネルでは他にも日本全国を旅する様子や観光スポット紹介を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。